はい、今日はここにちょっとグラスホッパーを置いてます。で、初めて見る人はなんだこれっていう感じで見られると思うんですけど、ドライバー人形がこんな変なとこについてます。一応動きます。で、なんで今日これを動画にしようかと思ったのかというと、僕の方が SNS、TikTok やら、X、旧 Twitter ですね、もうやってたりするんですけど、まあ反響もあったのと、ただちょっとこれまで走行させたことが実はないんです。なんでこれを走行させた時にどうなるのかなというのも疑問にもあったので、走行も含めてちょっと動画にしてみました。で、パッと見グラスホッパー、初期のノーマルのグラスホッパーと比べるといろいろ変わってると思うんですけど、もう完全に見た目重視、もう性能云々はもう半分無視ですねしてるような状態のグラスホッパーなんですけど、もともとこういった形にしたかったのがタミヤのホットショットがこういうモノショックのダンパーだったり、あと後ろのね縦型のダンパーだったりしてるので、構造自体は全然違うんですけど、雰囲気だけでもちょっと真似してみました。で、元の、ここにモノショックで今取り付けてるんですけど、これね、構造はですね、以前の動画でここをワイドにする動画、ホーネットのシャーシを使って作った動画があるんですけど、それが DT03、02などのロアアーム、後ろから見たのかな、こんな感じで DT02、03のロアアームを使って、ワイドにして六角化にしてダブルウィッシュボーンにしてと、ちょっといろいろ一気に改造した動画があるんですけど、それはまたよかったら、概要欄の方に置いてますんで、そちらもよければ見てやってください。で、この DT03 のロアアームがちょうどいいことに穴があるので、この穴を使ってちょっとここから加工が必要になるんですけど、カーボンを切って取り付けてます。ただこのカーボンもね、何かのシャーシです何かのシャーシを切りました。なんでこの辺はね、この形状はフロントの上側の形状がちょうどいい角度だったんで、そのまま使ってます。で、ちょっとここ広めに取ったのはサスの大きさや長さをちょっと変えたくなった時に、穴がないと困るなと思ったんで、そのままにしてます。で、動きが結局こんな感じですね。で、これだけだとだいぶガタついてたんで、こんな感じでね、今回はこれもDT0203 用のスタビライザー、フロントに取り付けました。で、フロントに取り付けたことで、ロールもちょっと抑えられたのかなという感じです。ですね。ここあとステアリングワイパーになってて、ちょっとここら辺にもカーボン使ってるんですけど、これは補強ですね。補強してます。で、このステアリングワイパーとかの動画も、以前作った時に出してるんで、ステアリングワイパーが気になる方はもしよかったらそっちも見てやってください。で、この辺はもう構造的にはものすごくシンプルで、説明不要だと思うんですけど、これ金具なんですよね。ホームセンターで買ってきた金具、さっきも言ってましたけど、結局見た目なんで金具を使って取り付けました。ちょっとここの後ろはせっかくなんでもう少し今後改造しようと思います。ちょっとね、硬すぎるんですよ。フリクションダンパーなんですよね。見た目重視でしてるんで、オイルダンパーでも何でもないんで、ちょっとだいぶ硬いからだいぶ跳ねるんじゃないかなと思います。まだ走らせてみてないんで何とも言えないですけど、予想はリアはかなりぴょんぴょん跳ねるかなと。一応前はこんな感じで、こっちはね、この机だから跳ねないのかもしれない。でもだいぶビョンビョンしてる気がするね。これを初めてのモノショック
タイプのグラスホッパーね、これを走らせてみようかなと思います。はい、じゃあグラスホッパーをダートのところに持ってきたんで、ちょっと走らせてみようと思います。で、ちょっと今日はテストドライバーで近所の小学生に走らせてもらうんで、僕はちょっと撮影係です。難しいこれ。ほらほらな隙間に指入れる。黒子がちょっと違うからな。また違うやつ。それ慶応プロコ。はい、じゃあ今度はスタビライザーを外して走らせてみようと思います。はい、今日はグラスホッパーを、ダートの路面で走らせてみました。あとは腕の問題なんですけど、単純に540モーター、こういった路面ではちょっとまだパワーが有り余ってるような感じがしました。で、肝心のスタビライザーのありなしですけど、編集してみないと何とも言えないんですけど、明らかにスタビライザーありの方が操作はしやすかったです。で、なしになると途端に操縦がただでさえ難しいものが一層操作しにくくなったので、スタビライザーの音子っていうか安定感は増してたんじゃないかなと思います。で、ちょっと手がね外れたんで、あと後ろのリンクサスのピローボールが外れたりといろいろアクシデントも多かったんですけど、今回フロントの動きいうことなんで、そこはちょっと置いといても、このモノショックダンパーいけるんじゃないかなと思いました。あとはもうタイヤをきちんとグリップするものに変えたり、パワーを適正なものに変えたりして、グラスホッパー、これからも楽しんでいこうと思います。リアの部分はもうしっかり跳ねてたので、こっちはまた、改造なりいろいろとしていこうと思います。それでは本日の動画は以上となります。また今後もこういったラジコンの動画や、興味の持ったこと何でもチャレンジしていこうと思いますので、よければ、チャンネル登録、いいねボタン、
コメントよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。